どうもおいりです。今回いただいた質問が、おいりさんが普段ガチで研ぐ時のアイテムを全て知りたいです。また研ぐ準備から片付けまでどのようにしているのか細かく教えてください。はい、ということで全てお伝えします。今回の動画はガチ勢向きの動画で、もっと研ぎに集中したいとか、もっとね充実した環境が欲しいっていう方に向けて発信します。普段の研ぎ動画ではその研ぎのねハードルを下げるためのやっぱ動画作りとかしてたので、ガチの時と撮影の時とあとたまにやる時とかいろいろ違うんですよ。でも今回は僕がもう長時間ガチで研ぐ時の研ぎルーティンを紹介します。まず砥石からですね、今日使うだろうなってものを全て持っていきます。その中でも毎回必ず入っているものがアトマ粗め、検証台や細めです。役割としてアトマ粗めは基本中砥石までの面直しと泥出し用に使います。あとね、包丁に欠けがあったりとかがっつり研ぎたいって場合はもうそのアトマ粗めで研ぐ時もあります。で、検証台や細めは2000番以降の面直し後の表面慣らしですね。あと泥出し用に使います。ちなみにこのガラス板、これね普通では売ってなくてアトマ用のガラス板なんですけど、視聴者の方にメルカリで作ってる人いますよっていうことをね教えてもらって、それを買って使ってます。すごく気に入ってます。ガラスって平面精度が非常にいいんですよ。なので修正砥石のその貼る板としてものすごい適してるし、あとおしゃれで所有欲満たされます。僕はねこの2つを両面で貼り付けてます。この組み合わせすごいおすすめです。では次キッチンに移動します。ではまずシンクの排水口のところにリードを詰めます。泥がね結構出るので泥を吸着させるためですね。後で結果見せます。でシンクの部分にゴムマットを敷きます。作業台にも敷いておきます。これはシンクへの傷つき防止と包丁を置く時用とか磨く時用ですね。でこれは IKEA の99円で買える砥石にちょうど良すぎるボックスです。ほんとね砥石のために作られたんかってぐらいねちょうど良すぎる商品でした。でここに吸水が必要な砥石を入れて吸水させておきます。ものによっては吸水させてはいけないものもあるので、そういった砥石たちはこの横のねゴムマットの部分に置いておきます。あとティッシュと新聞紙、布巾もそばに置いておきます。ティッシュは最後ね包丁の水気をしっかり拭き取ります。で新聞は刃渡り全てちゃんと研げてるかどうかのチェックをします。これね目では見えない欠けというのが絶対あるので、それはやっぱ食材ではなく紙を切らないとわからないです。で布巾はテーブル拭く用、あとね最後シンクを拭く用ですね。これはカウンタークロスという布巾で、これがもうほんともう超おすすめ。一言で言うと使い回せるリードみたいなそんな商品なんですけど、料理中ねこれ使ってで使い終わったらこういうね掃除用に回したりとかガス台拭いたりとか、そういうのに使ってます。僕はねもう毎日この子に触れてます。はい、では次身なりについて。ガチの時はエプロンつけてます。これ無印良品のエプロンです。あとスリッパ、裸足で3時間とか研ぐと分かるんですけど、足がねめっちゃ疲れるんですよ。なので靴下とかスリッパとか履くだけで全然変わります。でヘアバンド、タオルとかでもいいですね。汗止め髪止め用です。で料理人に対して僕が本当におすすめしたいのは手袋とか、指サックですね。以前も動画で紹介しましたが、撮影以外では僕は基本手袋してます。その時はねこの白いの紹介しましたが、今これつけてるものはニトリなものです。質が全く同じだったのと色がねグレーということもあって、今はこの M サイズを使ってます。あと袖が長すぎるので切って使ってます。手袋をする理由というのは手の清潔感を保つ、で指の位置の感覚で包丁に傷をつけない、この3点が大きな魅力です。ただね手を汚さないだけじゃないんですよ。最初はねその手袋をしようと思ったきっかけの理由は、シンプルに爪が汚れるからですね。もちろん手袋することでそれが防げます。ただどんな手袋でもいいってわけではなくて、やっぱこの手袋じゃないと僕はダメでした。なのでぜひこの手袋を使ってください。あとこの指サック、親指だけにしてることも僕多くて、これすると長時間研げます。経験ある方はねわかると思うんですけど、ずっと研いでるとこのね親指この部分ちょっとねボコってなってるの分かります？僕ここにタコがあってめっちゃ硬いんですよ。ずっと研いでるとねほんと痛くなってくるので、この痛さもね指サックすればだいぶ楽になります。はい、でここでね疑問に思った方多いと思います。手袋して研ぎにくくないですかとか、ちゃんと研げるのとか、帰りはどうやって確認するんですかとか、いろいろあると思うんですけど、結論としてもう僕4年以上このやり方ですけど、全くと言っていいほど支障はないです。むしろね使ってほしいんですよ。理由はもしねこの手袋をして切れちゃうとかだったら、その刃先ギリギリに指を置きすぎなんですね。この手袋をすることでその危なくないちょうどいい位置に指を置く練習にもなるので、ぜひね使ってほしいです。ほんとすぐ慣れます。で帰りの質問ですね。結論を言うと帰りの確認が必要な時って刃付けの時だけなんですよ。研ぎの9割って切り刃の研ぎで、その肉抜きの作業ですね。つまり刃先の研ぎじゃないので刃先まで当てません。この辺よくわからない方は以前のこの動画を見てもらうと分かりますけど、包丁を研ぐ面というのは刃先と切り刃の2つ考え方が違います。刃線をきれいに研ぐためには刃先を越えないようにして研ぐ、これが僕が推奨する研ぎ方です。つまり形を作って薄くする、形を作って薄くするっていう、そういう流
流れが僕がおすすめする研ぎ方です。だからその切り刃の研ぎというのは帰りの確認というのが別に必要ないです。まあね、刃付けの時は手袋を取って確認というのは僕もね、最初の頃はしてましたけど、これも慣れればね、手袋越しても分かるようになるんですよ。だからだんだんね、感覚が分かってくるので、慣れてきたら本当にあんまり大した問題ではないです。で、3つ目の包丁に傷をつけないっていうことなんですけど、これ包丁の研ぎサービスしてる方はぜひ聞いてほしくて、包丁を押さえてる指、これで包丁って傷つくんです。これ普段研いでる方はね、共感してくれる方めっちゃ多いと思います。なんでかっていうと、指の指紋にね、泥が入って、その指で包丁を押さえつけると傷つきます。で、この問題をその手袋とか指サックすると、その悩みは解決されます。ただね、もう本当に絶対に傷つきたくないという場合は、もうマスキングテープをしてください。僕は鏡面の包丁を研ぐ時とか、あとお客様の包丁を研ぐ時なんかはテープをしてます。あとマスキングテープのことで柄ですね。泥によって黒くなりやすいハンドル材もあります。そういうものはちゃんと保護した方がいいです。あとこれも注意点、シールが貼ってあるものはそのままね、これをテープを貼ってしまうと剥がす時に一緒に取れちゃいます。なのでそういう場合はアルミホイルとか何かしらね、かぶせてからその上にテープを貼ると剥がれずに済みます。結構ね、このシールを大切に取ってる人も中にはね、いるのでちゃんと保護してあげましょう。では次、加水用の水の準備ですね。これは水差しとか洗浄瓶という商品名で、僕は 100ml のものを使ってます。で、錆びるタイプの鋼の包丁を研ぐ場合のみ、ここにセスキ炭酸ソーダまたは重曹を小さじ1杯分ぐらい入れてアルカリ水を作ってます。そうすることで長時間研いでる最中も錆びにくくなります。では次、研ぎ台ですね。これが今回の目玉商品です。僕の動画でこれを紹介するのは初です。シンクブリッジ砥石台です。これね、ほんと最高に良くて、なんで今まで使わなかったんだろうっていう。出会ったのは4ヶ月ほど前なんですけど、もう出会ってから毎日のように使ってます。この子と出会って僕の研ぎレベルはグンって上がったのは間違いないです。注意点が、これが使えるシンクのサイズって限られてるので、自分の家のシンクに使えるかどうかはその商品ページをご覧ください。で、もしサイズが合わない場合はもう自作するのももうありです。木の板でね、作ってる人も結構いるので自作してみるのもいいと思います。ではシンクブリッジ台の魅力、それは蛇口が近い流水研ぎができる、研ぐまでの準備と片付けがとにかく楽、この3点ですね。まず蛇口が近いについて、今まで蛇口をひねるまでに一歩ないし半歩は動いてたんですね。で、それがこの距離感になってからもう1ミリも動かないで済むようになったんです。これを体験してから気づきました。もう本当になんて楽なんだろうと、もう感動しました。で、次、流水研ぎができる。流水研ぎというのはその名の通り水を流しながら研ぐことです。これが可能なのって、シンクの上であり蛇口の下で研げるからですよね。この流水研ぎで何がいいかっていうと、それが3つあって、精密な研ぎができる、目詰まりしにくい、で光りやすい、この3つが大きな魅力ですね。僕がよく使う場面というのは、糸刃付け、裏押し、レジノイド系の砥石で研ぐ時が多いです。よくね、泥は流すなっていうね情報もありますが、その理由は泥があることで研磨力が上がったり、あと研ぎやすくなったり、そういったことがあります。なので切り刃を研ぐ時とか、もうしっかり削りたい時というのは、泥を洗い流さず砥石の上で泥の量をねうまく調整しながら研ぎます。でもパキッとした刃にしたい時ですね、特に裏押しをする時、この時に泥があると裏すきと裏押しの境目が濁るんですね。あと糸刃付けで切り刃と刃先の2段刃をパキッとさせたい時とか、そういう時に使えます。で、レジノイド系に関してはこんな感じでポタポタと水を垂らしながら研ぐとめっちゃ研ぎやすくなります。レジノイド系ってね、目詰まりしやすいんですよ。でもこんな感じで研ぎながら水分の補給ができると、動作を止めることなく研ぎ続けれます。ほんとね、流水研ぎでしか得られない仕上がりもあるので、この流水研ぎをぜひね、皆さんにも試していただきたいです。ではシンクブリッジの3つ目の魅力、研ぐまでの準備と片付けがとにかく楽。僕ね、普段ここに置いてて、でよく使う砥石をもうすでにセットしてるんですよ。料理する前とか料理した後はもちろん、朝起きた時とか、寝る前とかね、もう寝てる最中とか、もう研ぎたい、研がずにはいられないみたいな、そんな時ありますよね。そういうね症状が出る時あるじゃないですか。そんな時にこの用意がすでにできてると、これをこのままシンクに乗せます、水かけます、はい、もう研げます。素晴らしいです。で、片付けは軽くね洗い流して、で戻します、はい、終わりです。このスピード感はこのシンクブリッジでしか出せないですよね。で、今のシーンでちょっと気になった方多いと思うのでお伝えしておくと、乗せるだけでいいのかってね、乗せるだけで安定するのかってね、気になった人いると思うので説明しておくと、シンクブリッジのものとしては両端ネジを回してちゃんと固定することできるようになってるんですけど、実際さっきみたいに乗せるだけでも安定して研げるんです。僕はこのスタイルでやって今のところ事故ったことはないです。もしね不安な方はちゃんと締めてあげてください。もちろんね、これは人によって
ってキッチンの環境によって手間かどうかは変わると思うんですけど、シンクブリッジではキッチンのここに置くのが許される家庭だったら、僕みたいにすごく魅力を感じると思います。はい、あとこのシンクブリッジでの研ぎやすさについての話ですが、これほんと想像以上で、体重をかけてもたわまないし、確実にね固定することもできるので快適に研ぐことができます。全然問題なく研げます。はい、ではここでですね、あったらいい理想の最強装備も伝えておきます。それがシンクブリッジ×空母です。空母というのはシャプトンさんの5万円ぐらいするね電着ダイヤモンド砥石なんですけど、このダイヤと一緒についてるこのゴム台が最強なんですよ。まずダイヤだけをしっかり固定します。その上にゴム板をはめます。基本常にこの状態にしておきます。すると砥石はもう乗せるだけなんです。右手をわざわざ開ける必要がなく、包丁を持ちながら砥石をひょいひょい変えれます。で、面直ししたい時にこのゴム台を取るんです。するとすぐに面直しをすることができます。しかも流水できることによってさらに効率よく面直しができます。このねシステムが個人的には今至高の研ぎシステムです。揃えるのに結構お金はかかるんですけど、空母の質がね本当に良くて、この良さはねやっぱ使ってみてこの価値は分かりましたね。空母すごいです。で、一応ね空母がなくても台のこの隙間をこのくらいにしておいたら、さっきみたいに乗せるだけの研ぎもできるんですね。この砥石台だけ、シンクブリッジ台だけでも。ただやってみて研いでみてちょっとぐらついたりとかちょっと心配だなって方はしっかりと締めてあげてください。注意点が、薄くなった砥石に関してはしっかり挟んだ方がいいです。たわんじゃうし前に突っかかったりしちゃったりするのでちゃんと締めてあげてください。はい、では研ぎ台の話は終わりまして、次片付けの話をします。片付けの時は全て面直しするんですが、その時もシンクブリッジ台が役立ちます。ここに修正砥石をセットするんです。さっきの空母みたいな感じですね。で、水を垂らしながら面直ししていきます。これめっちゃやりやすくなるんですよ。で、もしこれやった時に高いなって思ったらシンクに置いちゃった方がね体重かけやすかったりするので、ぜひこの流水での面直しをやってみてください。はい、あとこの時に面取りすることも忘れずに、砥石の角っていうのは結構危ないです。角の部分をさっとね面取りしてあげてください。で、2000番以上の砥石は表面整えたいので細めの修正砥石で最後鳴らしてあげます。極める方はねダイヤじゃなくて同じ質の砥石でこすり合ったりとか、仕上げ砥石でこすったりとか、天然砥石のね仕上げのちっちゃいやつで友名倉というのもあるんですけど、そういうのを最後ねその鳴らしで使う方もいます。この辺ねさらに詳しく知りたい方は以前修正砥石の動画と名倉砥石の動画を出したのでこちらご覧ください。で、使った砥石たちをカウンタークロスで拭いてあげて壁に立てかけておきます。この時注意点が、天然砥石の場合は養生してない面、つまり研ぐ面を下に向けておくようにしてください。上に向けておくとプール状になってね乾きにくくて臭くなったりとか割れの原因となります。で、最後シンクを洗い流して排水口のリードも捨てます。これ結構ね泥溜まるんですよ。ほんと10時間とか研ぐ日はねもう泥だらけです。はい。で、シンクを拭きます。ここでおすすめしたいアイテムがシンナーなんですけど、包丁好きな人、包丁を研ぐ人はねシンナー一つ持っておくと本当に便利ですよ。新品の包丁のね錆止めを取ったりとかで、今からどう使うかというと、シンクのなかなか取れない汚れみたいなのがあったらこれで一発で取れます。ぜひやってみてください。砥石の泥によってはね結構へばりつくものもあったりするので、そういうねちっこいやつは本当一瞬で取れます。はい。で、包丁のことで、この包丁をもうしばらく使わないなって場合は椿油とかね刃物用の油を塗って新聞紙に包みます。これをね厚めに作れば鞘にもなります。ぜひこんな感じで作ってみてください。それかこれですね、3mm 厚の黒いプラダンと5cm幅のカーボン調のテープで作った簡易鞘です。このテープめっちゃ良くて、車とかでね使われてるものなんですけど、丈夫だし高級感あっていいです。これ大量に作ってます。はい。あとこれも初登場ですね。強力な防静剤です。堺でビニールとかって言われてる防静剤にかなり近いもので、包丁に塗ると、空気にね触れないように薄い膜を作ってくれます。これ単体だと匂いきついのと、あと説明書にねこの洗浄機を使ってくださいって書いてあるので、まず防静剤で全体を塗った後1分ぐらいしたら乾くので、その後このクリーナーで全体を拭いたら OK です。これ使って僕ほんとしばらく放置してるんですけど、今のところ問題なさそうです。で、これした後ですね、また使用する時というのはシンナーで必ずこの防静剤をきれいに拭き取ってください。多分ね体にあまりいいものじゃないので必ず拭き取るようにしてください。はい。ということでこれが今の僕の研ぎルーティンです。今こういうスタイルなだけであって、半年後とかね1年後は変わってるかもしれないです。またね皆さんにおすすめしたいアイテムとか出るかもしれないので、その時はまた紹介させてください。あとぜひね皆さんのその研ぎルーティンも教えてほしいです。僕も知りたいです。もしかしたらね真似させていただくかもしれないです。ぜひねコメント欄でお待ちしております。では今回の内容は以上ですが、ちょっとお知らせがあります。それが東京の武蔵小山というところであるイベントをします。九九手仕事展といって、僕と陶芸家がコラボして作った器の展示販売をします。日にちは11月2、3、4、8、9、10の6日間です。
この九九手仕事展というのは、人と人、人と物が掛け合わさって新しい物事が生まれていく。陶芸家×〇〇をコンセプトに、陶器を軸に様々な人と物が出会い、掛け算されていく新しい展示会となっています。この展示会はもう半年以上前、ほぼ1年前ぐらいから練っていて、僕からしたらね、もうついにこの日が来たって感じなんですけど、僕からは器3点と箸置きを1点が出ます。僕のこだわりがね、もうかなり詰まってます。この部分のこの高さをもうちょっととか、縁のこの傾斜具合とか、釉薬の質感はこうとか、もうたくさんいろんなことをお願いして、で、やっとできた世の中にない器たちです。可愛いポイントはこの包丁の刻印ですね。器にね、包丁が刻まれてるのはきっと世の中でこれだけなんじゃないかなと思います。あと、この釉薬の垂れてるこの感じ。これがね、日本刀の刃文っぽくないですか？もうこれもすごく可愛いポイントです。はい、もう限定商品となってますので、ぜひお立ち寄りください。で、もちろんね、この展示会に僕もいます。僕がいる日程がこんな感じになってまして、僕がいる時限定で、僕のサンドイッチも販売します。目の前で調理させていただきます。1品目は鉄のフライパンでもほっくり甘く焼き上げて、で、クミンで香り付けしたかぼちゃと人参のサンドイッチです。で、2品目がリンゴ酢が隠し味のもうふわふわ卵サンドです。僕ね、卵サンド大好きなんですけど、もう本当に好きすぎて、自分でもちろん研究するんですね。その中で僕が今一番美味しいなと思う卵サンドを作らせていただきます。ぜひ器だけでなく、こちらもね、食べに来てくれたら嬉しいです。皆様のお越しをお待ちしております。では以上です。今回の動画、少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。